突然、山あいのリンゴ農園に悲鳴が響き渡る。奥さん、どうしました？悲鳴のもとへ俺が駆けつけると、農園の主人が倒れていた。今の今まで普通に話して笑って作業してたのに、突然、うーって胸を押さえて倒れ込んでしまって、呼びかけても応答がないの。病気なんてしたことなかったのに。見ると、胸に手を当てたまま、ピクリとも動かないご主人。この人に何かあったら、私、どうしたらいいの？泣きながらうろたえる奥さん。なんとか、しなければ、なんとか。頭の中では分かっているのに、体が動かない。落ち着け。大きく息を吸って自分を叱責し、奥さんに告げる。救急車を呼んでください。それまで俺が見ます。俺の名前は岡田一太、40歳。今は生まれ故郷の自然豊かな農村が広がる山あいにあるリンゴ農園に勤めている。リンゴ農園は三上博さん、麻子さんというご夫婦でされているのだが、お二人とも気立てのいい穏やかなご夫婦で、素性もよく知らぬ俺に対しても自分たちの本当の子供のように接してくれる。俺はここの農園に来てまだ日が浅い。ここに来る前の俺は都会の喧騒の中でただただ仕事に追われ、疲れ果て、心身ともにボロボロになっていた。そんな時、新聞の求人広告にあった自然豊かな農村で真っ赤なリンゴを育てませんかという記事を見つけ、自然とリンゴに惹かれ、気がつくと応募するために電話をかけていた。この時の俺は精神的にかなり疲れていたのだろう。人と関わらなくて済みそうなこと。手先は器用だからできると思った。という理由で応募していた。都会から地元の田舎に戻ってきたのは、父がこっちの介護施設に入っていたのもあったから。向こうにいた時から月に一度は父を見舞いに来ていたのだが、仕事を辞めて地元に帰ることにした。住んでいた家も売り、都会の匂いがするものはすべて捨ててきた。わざわざ東京から？はい、地元がこっちなんです。そうですか。農業関係のお仕事をされてた経験は？すみません。素人です。やっぱりダメですかね。いやいや、やる気が終わりなら一から教えます。その点は心配いらないよ。ただ、教えていただけるなら何でもします。それは頼もしい。ただね、朝も早いし、慣れるまでは体がきついと思うんだ。その辺を了承してもらえるかな？わざわざ東京から、ご主人のひろしさんの言葉にうつむいた俺に深く問わずに気遣ってくれた。奥さんの麻子さんも慣れるまではゆっくり覚えたらいいと優しく接してくれた。二人の人柄に触れ、俺もここで働きたいと強く思った。ご夫婦からしたら若く見えるのだろうか。こんな若い人に手伝ってもらえるならと、心よく採用してくれた。そしてこっちに戻ってきたばかりで住むところを探すつもりでいた俺に、見つかるまで空き部屋を提供してくれたのだ。地元と言っても実家はすでになかった。5年前に
母が事故で亡くなり、1年前に父が施設を利用するようになるまでは、父が一人で暮らしていたのだが、空き家をそのままにしておくのも、と、処分して他人の手に渡った。ご夫婦の行為に甘えることにして、お借りした部屋に少ない手荷物を置かせてもらい、俺はその足で父親がいる施設に向かった。今回の帰省が永住であることも何も知らせていなかったので、顔を見せながら報告することにした。父さん。おお、一太か。どうした？今月はいつもより早いんじゃないのか？実はさ、俺は以前の仕事を辞めたこと、こっちに戻ってきたこと、全くやったことのないリンゴ農園に再就職したこと、そこで出会ったご夫婦のことを順を追って話した。何も言わず、じっと俺の話を聞いている父。話し終わると、窓の方を向いてしまい、疲れたから横になると、不自由な左半身をかばうようにして横になってしまった。また、来るよ。それだけ伝えると、施設長とスタッフに挨拶をし、施設を後にした。翌朝、仕掛けた目覚ましに飛び起きる。時刻は4時半。朝食前に農作業がスタートすると聞き、早めに起きる。動きやすい格好でと言われたので、とりあえずジャージに着替えた。お借りした部屋は2階。1階に降りると、もう2人は起きており、奥さんの朝子さんは台所で水筒にお茶を入れており、ご主人のひろしさんは農園に持っていくものを用意していた。外に出ると朝の凛とした空気、ゆっくり深呼吸をする。寝ぼけた頭が一気に冴え渡るのを感じた。見渡す景色、空の広さ、何もかもが新鮮だった。子供の頃は当たり前に見ていた風景だったけれど、こんなに癒されるところで育ったんだな、と改めて認識する。それから俺は仕事別にひろしさんから教わったこと、朝子さんから教わったことをメモを取りながら、リンゴ農園を見て回り、朝食をごちそうになりながら、季節によって仕事も変わっていくことを教えてもらった。スーパーに並ぶリンゴが手塩にかけて育てられていることに感動すら覚えた。どうだい？やれそうかい？覚えることが山積みですけど、精一杯頑張ります。口下手な俺がぼそりと言うと、あらあら、初日からそんなに肩に力を入れなくても大丈夫よ。そうそう、ゆっくり慣れていってくれたらいいから。はい。ご夫婦にそう言われ、俺は自分のコンプレックスを思い出す。俺は何に対しても手が抜けない性分で、失敗することが何より怖い。想定外のことへの対応も苦手で、臨機応変にことを運ぶことは大の苦手だった。失敗して迷惑をかけないように。自然と力が入ってしまっていたようだ。そんな俺に朝子さんが続ける。岡田さんはきっととても真面目な性格なのね。え？そうだね。物事に真摯に取り組むことは大事なことだし、とてもいいことだよ。俺は、口数も少なく言葉が続かない俺に、二人は穏やかに微笑み、ポンポンと肩を叩いてくれる。無理に聞いたり、
話させたりしない二人の存在がとても心地よかった。こうして俺はリンゴ農園の仕事を覚えていった。そして農園に来てどれぐらい四季を過ごしただろう頃、すっかり仕事にも慣れ、ご夫婦には本当の子供のように可愛がってもらった。父親のことも話すと、結局部屋も探さなくていいからと言ってくれ、それでは申し訳ないからと、お給料から食費や光熱費、家賃を引いてもらうことにして、2階を間借りしている。家のことも何かあれば率先して手伝うようにしている。そんなある日のこと、その日は朝からの仕事をひろしさんから任されることになり、滞りなく仕事を進めていた。これでよし。作業を終え、木製の脚立を降りた時だった。キャー！あなた、どうしたの？あなた！突然、山あいのリンゴ農園に悲鳴が響き渡る。俺は急いで声の方へ走った。奥さん、どうしました？悲鳴のもと、奥さんの朝子さんのところに駆けつけると、農園の主人であるひろしさんが倒れていた。胸を押さえたまま、ピクリとも動かない。岡田さん、どうしたらいいの？泣きながらうろたえる朝子さん。なんとか、しなければ、なんとか。頭の中では分かっているのに、体が動かない。落ち着け。状況を把握しろ。大きく息を吸って、自分を叱咤し、奥さんに告げる。けれど、俺の中のトラウマが体の動きを制限する。ダメだ。今の俺には。拳を握りしめ、体に力が入る。ひろしさんから視線をそらし、目をつむる。その瞬間、いろんなことが走馬灯のように頭の中を駆け巡っていく。一太くんの誠実さと真面目さが手を抜けないという行動に出ているだけさ。誠実なことは立派な長所だよ。肩の力を抜いてごらん。ひろしさんの言葉が優しく穏やかな表情が脳裏に止まり、俺はゆっくりと目を開けると、朝子さんに告げた。救急車を呼んでください。到着するまで俺が見ます。そう言い切ったとき、何かが吹っ切れた気がした。もう、あの時のような後悔は絶対にしたくない。俺は迅速に行動に移る。俺のスマホで救急車を呼び終えた朝子さんが心配そうにうろたえる。ここは山あいだから到着まで時間がかかるって。あなた。大丈夫です。俺がひろしさんを、ご主人を呼び戻します。朝子さんを少しでも安心させたくて、そう言ったものの、意識も脈もない。胸を押さえて倒れていたことを見ると、何らかの原因から心臓発作を起こしたに違いなかった。俺は朝子さんからスマホを返してもらうと、時計アプリを開き、カウントを取りながら心臓マッサージと人工呼吸を施した。朝子さん、ひろしさんに心臓疾患、もしくは胸の不調を訴えたことはありましたか？手を動かしながら、おどおどする朝子さんに問いかける。疾患はないわ。ただ、最近太ったせいか、少し歩くと息切れがするって、忙しくて健康診断にも行けてなかった。そうでしたか。ひろしさん、まだ早いですよ。朝子さんを置いていっちゃダメだ。戻ってこい。
戻れ戻れ心の中でひろしさんに叫びながら、何度目かの人工呼吸を終えると、ピクッとひろしさんの手が動く。あなた？もう大丈夫です。意識取り戻しましたよ。脈拍もしっかり俺の指に伝わってきた。よかった。朝子さんと二人安堵すると、救急車のサイレンが聞こえてきた。心臓疾患はありません。体重増加により息切れなどは見られたようです。俺は救急隊員に状況とひろしさんの容体、施した処置を伝え、心臓の細部まで検査をしてもらうように伝えた。先ほどからの動きと、まるで医者のように指示を出す俺を見て、朝子さんは大層驚いている様子だった。朝子さんに救急車へ同乗してもらい、俺は農園で必要なことを終わらせてから駆けつけると伝え、送り出した。ちょうどどうしてもこの何日かで終わらせなければならない大事な工程が残っていたのだ。主人が倒れた以上、俺がそれを終わらせなければ。ひろしさんが運ばれて数時間が経った頃、俺のスマホが鳴った。朝子さんからだった。話によると、救急車で病院に到着したひろしさんは、俺が伝えた指示通りに検査をしてもらうと、細い血管が詰まっていることが分かり、ステント治療が行われたそうだ。ステント治療とは、簡単に言うと、カテーテルという細い管で詰まった血管を広げるための小さな風船を入れるミニ手術で、治療は2時間もあれば済む。入院も普通は3、4日で済む。ただ、ひろしさんは心停止しているので、大事をとって1週間の入院だそうだ。農園の作業が終わった4日後、俺はひろしさんの元を訪ねる。一太くん、君が私を救ってくれたと妻から聞いたよ。本当にありがとう。いえ、俺は何も。もう、一太くんは、謙遜しなくていいのよ。お医者様に言われたの。あなたが的確な処置をしていなかったら、この人は助からなかったって。そんなことはないですよ。頑張ったのはひろしさんご自身ですから。まるでお医者様のような手さばきだったのよ。ひろしさんに身振り手振りで伝える朝子さん。それを見たひろしさんは俺の方へ向き直る。一太くん、君は一体何者なんだい？ああ、もし話したくないなら無理には聞かないが。遠慮しがちにひろしさんに聞かれた。俺はずっと黙っていたことを語るため、ゆっくりと口を開いた。俺はひろしさんたちのリンゴ農園を訪れるまで、東京の大学病院で働く外科医だった。T 大の医学部を首席で卒業し、医者になっても最年少にしてトントン拍子で出世した。いわゆる優等生タイプだった。真面目で堅物だった俺は人付き合いが苦手だった分、書物からたくさんの情報を得て、知識はとにかく豊富だった。それに伴い技術も磨いた。頭でっかちにならないようにだ。知識を得ては技術を磨く。そんなことを繰り返していくうちに、いつしか周りから凄腕外科医と言われた。けれど、そう言われれば言われるほど、失敗は許されない。失敗するのが怖い。と、自分で自分をがんじがらめにしてしまっていた。融通が利かない。
臨機応変の対応もできない、器の小さな人間なのだと、コンプレックスの塊だった。そんな時、夜間の宿直中、父が救急搬送されてきたのだ。岡田先生、急患です。63歳男性。買い物中に頭部の痛みを訴え、倒れられたそうです。わかりました。処置室の準備を。ストレッチャーで運ばれてきた患者の顔を見て、俺は息を飲んだ。父さん？先生のお父様？どうされますか？ CT、MR にしますか？紀藤先生は？今、休憩に出ていらっしゃいます。呼び戻してください。わかりましたが、とにかく、先にお父様の処置を、検査と指示を出してください。看護師にそう言われるも、俺はぐったりと意識をなくしている父の顔を見て、すっかり動揺してしまっていた。自分の心音で冷静に判断がつかない。落ち着け。CT を。やっとの思いで CT に回した。が、脳内出血をし、すぐにオペが必要だとわかると、俺の体は言うことを聞かなくなった。オペの準備を。それだけ言うのが精一杯だった。紀藤先生は連絡つきましたか？こっちには向かってくださっています。でも、今は岡田先生しかいません。しっかりしてください。あなたは凄腕のドクターです。そう言って、俺を奮い立たせてくれる看護師の言葉に、我に返り、手術室へ急ぐ。これより、岡田照義さんの頭部緊急オペを行います。メス。俺は目の前の患者が父親であることをなるべく考えないようにした。目の前の状態に対して処置をする。そう思うことで意識を集中させた。だが、集中させようとすればするほど、父の笑顔や話していた言葉が頭をよぎり浮かんでくる。先生、岡田先生。看護師の呼びかけに気づくと手が止まっていた。そこに一緒に夜間対応のため宿直していた紀藤先生が入ってきた。岡田先生、落ち着いて。君なら大丈夫だ。私の指示通りに。紀藤先生は俺の目の前に立つと的確な指示をくれた。だが、俺の判断が遅れたせいで、俺が動揺して手を止めたせいで、残念だけど、左半身に麻痺が残ってしまうだろう。そんな、俺のせいで、父さんが？一命は取り留めたものの、俺が出したタイムロスのせいで、処置が遅れ、父は左半身不随となってしまった。父さん、ごめん、俺。なーに、お前は気に病むことない。手術から数日後、目を覚ました父は、紀藤先生からの説明を受けた。ショックを受けているはずなのに、右の口角を上げ、話しづらい口を動かし、笑ってみせた。父さん、いいんだ。俺を責めてくれよ。俺のせいで父さんの体が、もっと罵ってくれよ。じゃないと、俺。ベッドに横たわる父の胸に、顔をうずめて泣く俺に、動く右手で頭をさする父。優しくされ、いたたまれなくなる。いいんだよ、一太。お前は父さんの命を助けてくれたじゃないか。父は
一切俺を咎めなかった。そんな父に申し訳なくて、そして次に失敗するのが怖くて、俺は現実から逃げ出した。医者を辞め、しばらくは父の前にも顔を出せなかった。そうしているうち、父は自分で入所先の施設を探し、退院と同時に一人で移っていた。施設長から連絡をもらい、慌てて会いに行った。その時も何事もなかったかのように、久しぶりだな、元気にしていたのかと笑顔を向けたのだった。そんなことが辛かったわね。話してくれてありがとう。いえ、俺の方こそ黙っててすみませんでした。いやいや、何か事情があるんだろうとは思っていたよ。誰だって言いたくないことの一つや二つあるものよ。ひろしさんご夫婦もまた、俺を咎めなかった。それどころか、優しく微笑みかけてくれ、励ましてくれた。そして、なあ、母さん。私たちも農園を継いだ頃、ずいぶんと思い悩んだよな。そうでしたね。お二人がですか？聞けば、ご夫婦で農園を継いだとき、右も左もわからず、何度も失敗しては挫折し、臨機応変に立ち回れなかったことに悩んだそうだ。継いだはいいけど、うまく立ち回れなくて、不器用な私たちには無理だって何度もやめようとしたの。でも、コツコツと少しずつ頑張って、初めてリンゴが実ったとき、誠実に真摯に向き合えばいいんだって気づいたんだよ。そうそう。うまく立ち回る必要はないって思ったわ。そう言って微笑みかけてくれるご夫婦。一太くんは本当にまっすぐで一生懸命に生きてきている。ただ少しだけ他より不器用なだけさ。そうよ。リンゴ農園に来てくれてからも真面目に誠実に一生懸命働いてくれていたわ。前にも言ったかもしれんが、物事に真摯に向き合うことはとても大切で、そのために慎重になって手を抜けなくなる。それはコンプレックスに感じる必要はないよ。臨機応変な対応が苦手っていうのは、適当な対応ができないってことだし、それは真面目で誠実なゆえだものね。むしろ、一太くんの長所になるんじゃないかしら。ひろしさん、あさこさん。そんな風に言われたのは初めてだった。数少ない友人にも、お前は融通が利かないとか、臨機応変に対応できないのか、と、呆れられることが多く、自分でもなんでこうなんだ、と、イライラしたこともあったくらいだ。俺は二人の温かい言葉に目頭が熱くなった。そんな俺に出会った頃のように、ポンポン、と肩を叩いてくれる。一太くん、もうそろそろ自分を許してあげてもいいんじゃないかな。え？主人を助けるためにひたすら心臓マッサージと人工呼吸までしてくれて、あの時のあなたは立派なお医者さんの顔をしていましたよ。きっとお父さんも一太くんがお医者さんを辞めてしまったことに、一太くん以上に責任を感じているんじゃないかな。父、
がですか？そう。自分が倒れさえしなければ、息子は医者を辞めることにならなかった。体が不自由にさえならなければ、息子に迷惑をかけずに済んだ。きっと、そう思ってらっしゃるんじゃないかな。お父様のためにも、もう一度お医者様として生きてみたらどうかしらね。そんなにすごい腕があるのに、もったいないわ。きっとお父様もそれを望んでるんじゃないかな。ご夫婦の意外な言葉に、俺は父のせいにして逃げた自分が恥ずかしくなった。父は現実を受け入れ、愚痴一つ言わず、リハビリもして必死に生きようとしているのに。俺は一体何をやっているんだ。心でそう叫ぶと、椅子から立ち上がった。行っておいで。よーく話してくるといい。親子水入らずでね。そう言って、俺の背中を押してくれた二人に、深々と一礼すると、俺は父のいる施設に急いだ。父さん！息を切らして部屋に入ると、何事かと目を丸くする父。この頃の父は、リハビリを頑張ったおかげで、表情も現れるようになり、言葉もゆっくりとなら話せるようになっていた。どうした？そんなに血相をかいて。父さん、ごめん。俺、父さんのせいにして自分の弱さから逃げた。父さんがこんなに頑張っているのに。ごめん、父さん。首をかしげる父に、今の素直な気持ちをすべて打ち明けた。そして医者に戻って、もう一度しっかりと前を向きたい。と伝えると、父は涙を流して喜んでくれた。父もまた、ひろしさんが言ってくれたように苦しみ、悩んでいたことを話してくれた。もう自分を責めたりしないでほしいと、号泣する父に、俺も溢れてくる涙を止められなかった。こうして俺たち親子は、長年のわだかまりから解放されたのだった。どうですか、ひろしさん。胸の痛みや息苦しさなどありませんか？おかげさまで、一太くん、じゃない、一太先生が主治医になってくれたんだ。こんなに心強いことはないよ。俺は医者に戻った。今、ひろしさんが運ばれた山陰の救命医療センターで働いている。というのも、ここの院長が東京時代の俺を知っており、復帰するならぜひうちに来てほしいとオファーをいただいたのだ。そして、ひろしさんは俺の大切な患者さんの一人に、定期的に通院してもらって、心臓の状態やその他の健康チェックなど、他の医師たちと連携をして見させてもらっている。あさこさんもひろしさんのことがあってから、定期検診には欠かさず来てくれるようになった。三上ご夫婦の言葉で、俺は自信を取り戻すことができ、医者として今自分ができることを精一杯することでご夫婦にも恩返ししている。自分の都合でリンゴ農園を利用してしまったことを詫びた俺に、二人は申し訳なく思うなら医者としてたくさんの患者さんを救ってほしい、と言ってくれたのだ。休みの日には農園に顔を出し、お手伝いをさせてもらっている。そして、その足で父のところに。ということがあってさ。そうか、そうか。この頃になると、父は俺が来るのを心待ちにしてくれ、病院での話や
リンゴ農園に寄った時の話を楽しそうに聞いてくれるようになり、ことのほか、リンゴの話には興味津々らしい。ひろしさんとあさこさんも父に会いに行ってくれるようになり、収穫の時期には真っ赤なリンゴを届けてくれるのだ。一太、今のお前、いい顔してる。体だけは気をつけてな。ありがとう、父さん。また来るから。帰りは車椅子を操り、施設の玄関まで見送りに来てくれるまでになった。今日は冷えるな。冬空を見上げながら思う。医者になってよかったと。出会ってくれた人たちを思うと、心は温かかった。出会えたことに感謝を忘れず、これからも医者として救える命と向き合い、邁進していきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。